というわけで、これはケニアのビクトリア湖近くの川に生息するマーブルラングフィッシュ、いわゆる肺魚というものなんですけど、水中の酸素が少なくなっても肺があるので空気を吸って生きることができる、そんなすごいやつ。そして面白いのは、このようにカミカミもぐもぐして食べる。この餌の吸い込み方は普通の魚なんですけど、その後に咀嚼するわけなんであります。これ餌はミニキャットを与えているわけなんですけど、カミカミもぐもぐしてからのなぜかちょっと口から出してみる、これうちの小僧がやったら私は怒るわけなんですけど、魚としては食べ方がユニークということで見ているのが楽しいわけなんであります。というわけで冒頭ではこのマーブルラングフィッシュが捕食する様子を見ていただいたわけなんですけど、続いてはもののけ兄さんが何か食べるということで、久しぶりにご当地グルメのコーナー。今回はこの場所からもなんとなくわかりますけど、ちょっとハードコアご当地グルメというわけで、まずはお店に潜入するわけなんであります。とてもシンプルな店内を進んでいきます。さあ、というわけで出てまいりましたけど、こちらが主食になりますけど、ソルガム、日本語ではタカキビという穀物、そしてこちらがヤギの内臓を使ったマトゥンボという料理、プラス現地の野菜の炒め物というわけで、私は好きですってことで全て完食。さあ、今回は茶畑ってことで茶苔対策のお話なんであります。さあ、水槽の掃除をしましょうってことで、砂利などが入っていないいわゆるベアタンクっていうのは水槽内にバクテリアが住み着きにくいですからね。フィルターのキャパシティが少ない場合は割と頻繁に水槽内の清掃が必要になってくるわけなんですけど、まずはなるべくそこをかき回さないように沈殿物を吸い取っていきます。そしてこのホースを水槽から出すときに手で塞いで水が水槽に戻らないようにする、そんなこだわりがあるわけなんですけど、ガラス面を拭くときにはスポンジを下から上に、そして別の容器でスポンジをすすぐ、このようにすることで拭き取った汚れが再び水槽の中に戻らないようにする、そんなポリシーで水槽内の掃除をしているわけなんですけど、皆さんはどのように水槽の掃除をしていますか？こんばんは。今日も元気にやってますもののけ兄さんなんであります。まあ本当にですね、月日というか年月が経つのは早いもので、このチャンネルもですね、来月でなんと7年目になるってことなんですけど、最初に投稿したのはブラインシュリンプの沸かし方ってちょっとやってることが荒すぎたようで、現在確認したところいいねの反対が14件、そんな時代もあったわけなんですけど、最近はナショナルジオグラフィックを目指して頑張っているわけなんであります。この小さい連中は近所の川で捕まえたアラウディというシクリッドの子供たち。我が家で生まれてから9ヶ月ぐらい経ちますけど、これはお母さん、関係のないオスに攻撃されて尾びれが全部なくなってしまってこの水槽に隔離したんですけど、まだ完全ではないですけど、完全になくなった尾びれが再生しました。そしてこれが犯人のオス。可愛い顔ではないですね。そしてこちらはご当地水槽、すべて私が採集した魚が入っている水槽なんですけど、連中がかじっているのは犬のおやつ、ハードタイプ。どの魚も大好きなんですけど、細かく砕けて散らばるので水槽が汚れるわけなんであります。とはいうものの、このビクトリア湖から連れてきた新入りのシクリッドが集まってみんなよく食べるという、そんなわけなんですけど、他の餌だと他の魚に先に食べられちゃうんですよね。というわけで、先ほどのシクリッドたちはこの船の中に入っていたわけなんですけど、何日か前に捕まえてもらっておいたわけなんであります。お水を先に入れてくれというお願いをします。私の横で指示を出しているのは、魚や自然環境のことをよく知るタイタスさん。Last time, unfortunately, all of them died. Because I think, I put three of them together. That is why. Yeah. そんなわけで前回シクリッドを3匹持ち帰ろうとしたんですけど、投網で捕まえた直後に長距離移動させましたからね。そのせいで弱って死んでしまったと思うんですけど、今回はご覧の通りたくさんのシクリッドを持ち帰ることができたわけなんであります。
やはり捕まえてから数日後に移動させたのが良かったのかもしれませんね。というわけで、持ち帰ったシクリッドを先日金属汚染の問題でマラウイ湖原産のシクリッドが全滅した水槽に導入するわけなんであります。当然ながら水は全部入れ替えてますからね、ご安心くださいという感じなんですけど、いくつかのグループに分けて水槽内に導入したわけなんであります。水槽に入れてしばらくは普通にしていたんですけど、その後ご覧の通り、いわゆるそして誰もいなくなった状態。そこまで隠れるかって感じですけど、いわゆる集団の心理みたいなものですかね。何匹か左の方に出てきましたけど、ライトを消したら出てきました。出てきたのはいいんですけど、動かない。なんかちょっと心配になりますよね。というわけで、もう一度ライトをつけてみたいと思います。さあ、ちょっと意地悪かもしれませんけど、どうなるでしょうか。ご覧の通り、皆さん同じ場所に隠れてしまったわけなんですけど、この新しい環境にまだ慣れていないということが過剰にビビってしまう原因であると思うわけなんであります。ご当地水槽の方にも新入りシクリッドを何匹か入れてみたんですけど、こちらは既存の魚がたくさん泳いでいるからなのか、全く怖がっている様子はないわけなんであります。この水槽に入れた魚が割と大きめの個体だったからということもあるかもしれません。先ほどの水槽の方は相変わらずなんですけど、そんなに私が怖いのか。いずれ分かり合える日が来るはずだと思っているわけなんですけど、少し心配になってくるわけなんであります。ご覧の通り泳いでいないですからね。やはり心配になるわけなんですけど、若干群れる習性があるかもしれませんね。というわけで 2,3 日家を留守にします。旅先で出会ったのがこの割と地味な感じのカメレオン。久しぶりに登場したわけなんですけど、相変わらず動きがゆっくりでいいですね。お腹がかなり大きいので子持ちカメレオンかもしれません。この生物の全身に毛が生えていたらペットナンバーワンかもしれません。というわけで3日ぶりにこの水槽部屋に戻ってきたわけなんですけど、なんか割と楽しそうにやってますね。この水槽の環境に慣れてきたのかもしれませんけど、私がいない方がいい、そんな感じかもしれません。なんかオラオラしだした魚もいるわけなんであります。そしてなんかやってますね。というわけでどうぞどうぞって感じですけど、ビビリの状態からあっという間にそんな感じになるんですね。本当におめでとうございますってことで問題ないわけなんですけど、同じようなやつがこんなにたくさんいますからね、飼い主としては繁殖させるつもりはないわけなんであります。まあそのうちこの水槽に稚魚が発生して、そのうちの何匹かが頑張って残ったら、それもまたおめでとうということでお祝いをしたいわけなんであります。再びご当地水槽に戻るわけなんですけど、犬のおやつを食べているのはやはり新入りのシクリッドたち。なんとなく同種間での序列も出来上がってきたわけなんであります。まあ本当は仲良くしてもらいたいわけなんですけど、そういう生物ですからね。この青くない方はメスだと思うんですけど、オスだけ見ると2種類いるような気がするわけなんであります。とは言っても個体差があるかもしれないのでよくわからないわけなんですけど、わかりやすいのはこの餌を強奪しているうちの近所で捕まえたアラウディ。早いものでうちの水槽に入ってから1年半が経ちます。過去の動画で捕まえた様子が見れますので、お時間のある方はどうぞどうぞ見ていただければと思います。というわけで、このご当地水槽で一番大きいサバキティラピア、最初はこれこそおとなしかったんですけどね、今となってはこの水槽で一番偉そうにしているわけなんであります。さらに雰囲気が良くなったシクリッド岳水槽。こちらも犬のおやつをあげているわけなんですけど、よく食べるようになりましたね。しかし問題なのは食べる量も増えてきたということで、水槽内の不栄養化が進んで茶苔の付着がひどくなったということで、このお魚に全部掃除してもらおうと思うわけなんであります。同じ魚がこの水槽にもいますけど、レッドアイラベオ。
こんなお顔の魚です。これを今から捕まえてシクリッドだけ水槽に入れたいと思うわけなんであります。ちなみにこの水槽の飼育水は茶色いんですけど、今取り出した流木から出てくるタンニンによるものなんであります。殺菌効果があるなんて言われてますけど、療養中の魚にとっては良い環境なんであります。といってもこのレッドアイラベオは健康なわけなんですけど、この魚を飼育する水槽が決まってなかったんですね。というわけで酸性からアルカリ性の水槽に入るってことで、水合わせをしてからこのビクトリア湖シクリッド水槽に入るわけなんであります。さあまた家を3日間開けるわけなんであります。寒いんで火を焚いています。というわけでちょっと標高が高いところに来たわけなんですけど、朝もとっても寒そうですねってことで吐く息が白いわけなんであります。この動画的には先ほどのレッドアイラベオがどのぐらい水槽内の茶苔を食べてくれるのか、その結果をお見せする流れなんですけど、その前に見ていただきたい様子があるわけなんであります。というわけでこの場所で私がやってみるのはこれなんであります。 Today, I'm going to show you something new. New. Yeah. Very first time for use this one. Yeah, so I need to practice. というわけでいつもの警備員のおじいさんに喋ってますけど、この日本から持ってきた投網を使ってみるというコーナーなんであります。この投網の使い方が特殊というか、 YouTube 動画もいろいろ見てみたんですけど、本当にですね、まともに使えている人がいないんですね。こんな感じになってしまうんですね。投げ方は失敗したんですけど、このキャストで魚が1匹取れました。あ、一匹だけ取れた。で、ワン。取れた魚は映ってませんけど、エンテロミウスノイマイリ、コイ科の魚なんであります。上手なキャストなんですけど、そんなに練習したわけじゃないんですね。魚は入ってこないわけなんですけど、この網の目がここにいる魚のサイズに合っていないんだと思います。とにかく投げ方だけは上手。ただし流れがあって深いところは向いてませんね。さて、この投網にはリング状の部分がついています。これを活用しなければいけないわけなんですけど、このリングに網の一番遠い部分を乗せる、これが一番重要なんですけど、リングに溝があるのでそこに乗せるんですね。というわけでリングに乗せた網を右手で持つ、そして左手でその乗せた網の延長線を持つ、そして遠心力を使って投げる瞬間には左手は右手の下の部分に位置しなければなりません。そうでないと遠心力がうまく使えないわけなんであります。さあ、というわけで戻りますけど、本来であれば取れた魚はおじいさんにあげたかったんですけど、ちょっと残念だったわけなんであります。まあそんな残念なこともあるわけなんですけど、家に帰るわけなんであります。こちらはケンさんからいただいた動画なんですけど、ビクトリア湖でいろいろなお魚を取ったということなので共有したいと思います。さっきの投網のコーナーではほとんどお魚見せてませんからね。ケンさんにもらった動画を見ていただくんですけど、ナイスロケーションですね。田舎の方ということで水がかなり綺麗ですね。そんなところで釣りをするケンさん、よく見るとお魚が泳いでますね。映像にフィルターをかけます。まあ大してよく見えませんけど、釣れた魚がこちら。うちに連れてきたシクリッドによく似てますけど、違いますかね、よくわかりませんけど、この腹びれにある点はいわゆるエッグスポットと言われているものなんですけど、この数は種類を同定するのには使えないということなんであります。こちらはメスかもしれませんけど、見たことないですね。見たことない子供もいるわけなんであります。いずれにしろこのシクリッドはハプロクロミスの一種だと思いますけど、色が変わるのでなんだかよくわからない、その子供らしい魚がたくさん泳いでいます。そしてよく見てください。左の石の下にお母さんがいます。こちらはケンさんがガサガサで捕まえたアフリカンランプアイに近い種類のもの。水草水槽の中に群泳させたら楽しそうなんであります。オレンジ色の憎いやつというわけで、自分が魚が取れなかったのでケンさんの動画を使ったわけなんであります。
こちらは我が家に遊びに来た新しいお友達。というわけで再びもののけ兄さんの水槽部屋に戻ってきたわけなんですけど、この餌の食べ方を見ると2週間前に捕まえてきたワイルド個体とは思えませんね。かなりこの水槽の環境に慣れたようで、ほとんど金魚みたいですね。そして茶苔がかなりついていた砂利はこのようになりました。この石もとても綺麗になりましたね。ここまで綺麗になれば本当に文句はないわけなんですけど、たった1週間でこのようになったわけなんであります。あなたの知らないコケ取り生態、その名はレッドアイラベオ。この魚をコケ取り要員として水槽で飼育しているアクアリストがいたらぜひお会いしたい。こんな風にレッドアイラベオは茶苔を食べてくれるわけなんですけど、なんと緑色の苔は食べないようなんであります。どうやら好き嫌いがあるようなんですけど、まだ茶色より緑の方がマシですからね。とにかくたくさんの魚を飼育するということは、その分だけたくさんの餌を投入しますからね。そうすると飼育水に余分な栄養が広がっていくわけなんですけど、そこにライトを長時間当てれば苔は発生するわけなんであります。というわけで、一つの水槽にたくさん生態を入れなければそんなにたくさん餌を入れなくてもいいので、飼育水はそんなに汚れないということで苔の発生を抑えられるわけなんですけど、たくさんの生態を一つの水槽に入れたい場合は苔取り生態として有望であるレッドアイラベオのような砂利をもそもそふがふがする、そんな魚を入れてみるといいかもしれません。